金持ちになるための車線変更の仕方ということで、今回はザ・ミリオネア・ファストレーンについて紹介していくんだけど、これはこの MJ デマルコさんっていう人が書いた本で、この人は一言言ったら起業家だね。若くして経済的自由を手にしたという、その引退した起業家の人、が書いた本。タイトルにミリオネアファストレーンって書いてある通り、ミリオネアって億万長者のことね。1ミリオンドルだから100万ドルなんで、0に個足したら大体1億円ぐらい。だから億万長者っていう訳されるんだけど、このミリオネアになるための、ファストレーンで、ファストレーンってこの道路の、追い越し車線とか、その速いレーンだね、速度が速い車が通るレーンのことを言って、この表紙もこういう感じでちょっと道路のね、このこうなんていうの、こうスピード感みたいなのが書いてあるんだけど、実際この本で出てくるその例えとかもすごい乗り物とかそういうのに例えられて、いろんなちょっと比喩っぽい感じでね、話が出てくるんだけど、クラック・ザ・コール・トゥ・ウェルス and live rich for a lifetime って書いてある通り、その暗号を解読すると、その富を築いてその生涯リッチに暮らすための暗号を解読してあげるぜっていう本、もう目次をここに書いてあるんだけど、この本の全体像をちょっと最初に紹介するんだけど、大きく分けて3つに分けられるかな。最初イントロからパート1、パート2、次がパート3から4、5、最後がパート6、7、8って感じで分かれてて、全部で8パートに分かれてます。で、この最初のこのイントロのとこ、パート1とパート2ではウェルス・イン・ナ・ウィール・チェアって、これは車椅子だね。車椅子に乗って富を築くようなもん。ファストレーンの話でいくとゆっくりってことだね。このゲットリッチスロー、ゆっくりリッチになる。is get rich old、 年取ってからリッチになりますよっていう話。で、パート2でwealth is not a road、これは道路だね。バッターロードトリップ。ロードトリップって車旅のことだね。なんで、道そのものじゃなくって、旅路ですよと、家庭ですよって、富を築くっていうのがあって、そういう話がちょろっと紹介されてるっていう感じがイントロ。で、次にね、パート3から5のところは、そのウェルス、富のその3つのレベルの話っていうのが紹介されてて、右にイラストでちょっと簡単に作ったのがあるんだけど、最初パート3で最初でレベル1だね。それはもうサイドウォークロードマップ、サイドウォークの地図で、サイドウォークって歩道ね、このもう人がもう徒歩で歩いてるようなで、これはもう一言で表すとポバティ、貧乏です貧乏につながる道がこのサイドウォークで、次レベル2、スローレーンだね。この真ん中の車道には乗ったけど、まだ左側のゆっくりので、これはミディオクリティって書いてあるんだけど、中途半端なみたいな、そういうイメージゆっくり中途半端にリッチになるっていう話スローレーンの話ね。で、最後がファストレーン。この本のメインのところになってくるファストレーン。これはもう富につながる唯一の道っていうのが紹介されてる。もうファストレーンはもうビューンともう速いと。っていう3つのレベルの話が紹介される。それぞれ詳しく1章ずつ使って紹介されてる。で、最後にじゃあそのファストレーンって、じゃあどうやってそのファストレーンを歩むんですかっていうのが、みんなが一番知りたいところが、パート6から7と3章を使って、1個はね、Your Vehicle、これ乗り物ね。その富へのあなたの乗り物は You、 君ですよって、自分自身だよっていうことだね。これがね、スローレーンとかサイドウォークだとそうなってないんだよね。自分じゃない他の何かにこう委ねすぎてるっていう話がちょっと紹介されてる。で、最後にロードトゥウェルス、富への最後とか2番目か、そのロードトゥウェルス、富への道っていうタイトルで紹介されてて、最後がYour Speed、そのスピード、アクセレレートっていうのを加速するっていう意味。アクセルを踏むと、そのウェルスに向かって加速させると、加速する富を加速させるって感じ。これアクセレレートって動詞だから、富を加速させる、アクセレレートする、ビュンと行こうと、富に向かってっていう話が紹介されている。これが全体像になってます。で、今回はこの最初の部分のイントロダクションと
パート1のとこの Wealth in a Wheelchair Get Rich Slow っていうのは Get Rich Old、ゆっくり富を築くっていうのは年老いて富を築くんだぜっていうところを、ちょっと紹介しようかなって思います、だからサイドウォークとスローレーンのことをざっくり話すっていう感じ、でじゃあ早速でこれは本当のファイナンシャルインディペンデンスとはっていう話が書いてあって、ファイナンシャルインディペンデンスこれは経済的自立だね。自立、ファイヤーとかって聞いたこともあると思うんだけど、この経済的自由っていうのを指した時にね、いわゆるいろんなその、お金に関する本とかアドバイスみたいなのは、世の中ありふれてると、でこれがねこの右側に9ページから引用してきた文が書いてあるんだけど、本当のファイナンシャルインディペンデンスっていうのは Get Rich Slow、 そのゆっくりそして年老いてからお金持ちになる、リッチになるっていう話じゃない、本当のファイナンシャルインディペンデンスはね、でこの Get Rich Slow and Old っていうのは昔からもう古典的なアドバイスなで、それがlike、どういうものかっていうとっていうのがここで紹介されてるんだけど、これを説明するとね、Go to college, get a good grade, graduate, get a job、 これは、大学行って、get a good grade、 いい成績取って、graduate、 卒業して、get a good job、 いい仕事、いわゆる給料の高い仕事について、で save 10% of your paycheck、これは自分の収入のうち、その支払いのうちの 10% は貯金に回しましょう。貯金とか投資ね、資産形成に回そう。 Invest in the stock market、 これは株式市場に投資しましょうねって、で Preferably in a low cost index fund、これ好ましくはローコストのインデックスファンドに投資してください。これは少額からね始めて、コストも低いインデックスファンド、利回りはすごい高いわけではないけど、長い目で見たときにほどほどのリターン、一般的には4から 7% ぐらいのリターンが得られるって言われてるインデックスファンドに投資しろと、で Max Your 401k、 これ 401k っていうのは、日本でいうと企業型確定拠出年金のこと、これアメリカでも 401k プランっていうので、知られてるんだけど、それを最大限活かせと、で次がスラッシュやクレジットカード、これはクレカを切れと、クレカを捨てろと、だから捨てろ、そう、いわゆるクレカって使っちゃうじゃん、だからそこをもう切って自分の持ってる資金の中でちゃんと支払いましょうねみたいな、なんかその借金、クレカで借金やん、ローンとかもそうだね、そうだからクレカって前借りしてるみたいな感じだから、そうでやろうと思えばさ分割払いとかで借金もできるわけで、クレカってだからそういうのはやっぱりどうしても今買えちゃうから、クレカ使えば、でも気づいたら結構クレカの利息も高いわけ、利率も高いから、いわゆるそのゲットリッチスローのアドバイスでは毛嫌いされるんだよね。そのゆっくりお金持ちになりたいんだったら、そういう無理な買い物みたいなのはしないで、賢くお金を管理してねっていうので、このスラッシュやクレジットカードみたいな言われるんだって。で次がKeep a frugal budget、 これフルガルって倹約なっていうで、倹約なバジェットは予算、言ってることは一緒、その倹約してちゃんと予算内で生活しましょうねってことを言ってる、でthen、そうするとsomeday、いつか、when you are 60 years old、 65歳、もしくは better、よくて55歳、50 years old、 if you are super misery you will be rich って書いてあるんだけど、そのよくて55歳ぐらいにスーパー惨めにyou will be rich、リッチになれますよっていうアドバイス、これが Get Rich Slowもしくは Get Rich Old なアドバイス、リッチにはなれるけど、時間がかかりますよってねそうもうリッチになった頃には年老いてるよねっていう話で、多分ねこのアドバイスってに従ってる人って結構多くて、で実際自分もこの本読むまではこれでいいのかなみたいな風に思ってたんだよね、日本でも今NISA とか、最近流行ってるけど、そういう NISA とか、賢く節税しながら、コツコツ長い期間投資もしつつ、予算の中で暮らしましょうねっていうのが Get Rich Slow Old のアドバイス、これはもうありふれてる、
もう古典的な、もうすごい古くから言われてるアドバイス、もうでここで言ってんのはね、その、It is not about、だからもうそれじゃねえと、それを本当のファイナンシャルインディペンデンスとは言いませんよっていうのをこの本では言ってる、ゲットリッチスローじゃないと、この本で言ってるのは、もうドリームライフ、もう夢のような生活ドリームハウス、カー、ダイニングアウトって書いてあるけど、これはもう要するにもう家だね、家とか、車とか、外食ね、これみんなやっぱお金があったらやりたいなってみんな思ってると思う、そうだからそのドリーム、夢のような生活だよね、自分の住みたい家住んで、乗りたい車乗って、行きたいだけ外食に行くと、で一応ここにね、プラスでフリーダムって多分追加できると思うんだけど、自由な生活ってことだよね、もうお金に支配されない、縛られない、もうインディペンデンス、独立した、経済的に独立した、生活っていうので、これ書いてある。必ずしもね、その家とか車をね、持ってることが本当その人にとってのドリームライフかは人によると思うんだけど、ここではそういうことを言ってるよっていう話、これができる生活のこと、でじゃあこの書いてる人自身 MJ 自身、このMJ デマルコさん自身はどういうことをしましたかっていうのを、軽く書いてあるのね、でこの人は31歳でファーストミリオン、最初の1億円を稼いだ、31歳すごいね、若いね。そうでその後37歳で晴れて引退、早いね。完全にファイナンシャルインディペンデントとして、経済的自由を達成したと、で、上に書いてあるこのドリームライフを送ってるね、もうなんかね、もう豪邸とかっていう表現でもう表現しきれないぐらいの家なんだって。豪邸以上？そうもう豪邸なんてもんじゃねえみたいな。もうどういう世界か想像できないんだけど、街作っちゃったみたいな。いやどういうことなんだろうね。ちょっとなんか書いてあったんだけどいろいろちょっとそこは忘れちゃったんだけどとにもかくにももう正直書いてくれてるの、この人はこういう生活が待ってるよって、本当の経済的自由って、でそこはちょっと割愛するけど、そういう生活が待ってると、ここまで OK、でここでねファストレーンと、つまりゲットリッチスローじゃないのがファストレーンなんだよね、早く37歳で引退できる、55歳とか65歳じゃなくて、37歳で引退できる、これがファストレーンなんだけど、このファストレーンっていうのはあなたの過去は気にも留めませんよ、もうファストレーン doesn't care about your ホニャララみたいな、だからもう何も気にしない、もうあなたのね、例えば、年齢エイジだね、年齢とかジョブ、ジョブエクスペリエンスって書いてあったけど、ジョブ、仕事、何を仕事に今してるか、とか、レース、これは人種だね。とか、ジェンダー、これは性別。で、グレード、これは学校での成績とかとか、いわゆる学歴とかね、そのいい大学に行ってますよみたいな、そういうグレードみたいなのも気にしねえよって、もうこのファストレーンっていうの関係ないってこと？関係ねえって、そうで。他にも例えばフェイマス、有名なアスリートとか、アクター、俳優さんとかね、とかファイナリスト・オン・アメリカン・アイドルって書いてあるのは、これアメリカン・アイドルってこれテレビ番組、オーディション番組みたいな、よくあるのど自慢的な、ああいう一般の人が審査員の前に出てきて、パフォーマンスして歌ったり、なんかパフォーマンスしてなんかその一気に一躍有名になるみたいな、そういうやつのファイナリストになるみたいなね、だからそういう有名なアスリートとか俳優さんとか有名になる必要っていうのはないんだよって、そういうのが必要としないと、ファストレーンを歩む上でねっていうことを書いてある、この本文の中ではファストレーンっていうのはすごい慈悲深い、もうその優しいぜって、そのあなたの過去なんか気にしないぜっていうのを一応書いてる、そうなるとそうなんだ、ね、誰でもなれんのみたいなちょっと期待しちゃうよね。そうだけどねっつってだけどそんな甘い話じゃないと、バットってね、このザ・ファーストレーンっていうのは、not easy だって、簡単じゃねえって、もうね最初に言ってくれたのはもう It's hard work って、もうハードワーク大変だぜって、ゲットリッチファスト、なんかもう早く金持ちになるっていうのはハードだよって、これはもう先に断言しとくって言ってくれてるの、そのゲットリッチファスト、早くゲットリッチになれるけど、
イージーではねえよ、イージーなことはないよ。そう、イージーではねえんだぜっていうのを言ってる、で、まあ例えばだけどね、まあ No one is going to help you、まあこれは誰も助けてくれないNo one will guide you、誰も導いてくれない。Find you、誰も見つけてくれないよ。あなたのことをってね。で、Motivate you、Motivate ってこう、人を鼓舞するとか、まあ、モチベーションを高めさせるみたいなね。そういう意味なんだけど、誰もね、励ましてくれませんよ。で、or coddle you。で、coddleってこれなんか甘やかすみたいな意味らしいんだけど、まあだから誰も甘やかしてくれない。助けてくれない。導いてくれない。見つけてくれない。励ましてくれないし、甘やかしてくれないよと。まあハードだよね。そんなん言われたら、まあ孤独な戦い。泣いちゃうね。そう、孤独な戦いなんだぜっていうのを、まあ最初に言ってんの。まあ、この人はね、本当にもうこう、正直に話してくれてるから、そういう甘い言葉なんて、もう俺は言えないって、もう最初に断言してんだけど、まあそれくらいしんどいってことだよね。そう。ゲットリッチファストなんだったね。まあ、スローだったらもしくはまあそんなことないかもしれないけどって、っていう、まあイントロ。で、まあ最後に、最後にこの人のメッセージ、この人からのメッセージ。Fasten your seat belt。まあ、シートベルト締めろって。シートベルト締めろって。で、by then, 10 buck latte with zero guilt。これはね、10バックって、これ、バックってなんか1ドルとかバックってなんか言うらしくて、まあ大体10ドルだよね。10ドルのラテ。カフェラテ。カフェラテを with zero guilt。ギルトって罪悪感。だから、もう罪悪感なんて感じずに1000円のカフェラテ買いながらand let's go on a road trip 車旅、そのまあファストレーンの、ね、旅路に出ようぜって、そうシートベルト締めろってすごい速さで行くぜっていうそういうことをね最後にメッセージで残してくれた。これがねイントロダクション、イントロ。まあちょっと興味そそられるよね、これ聞くとねえ、誰でもなれるってことだもんね。そうだね、そう。自分の今までやってきた過去とか、まあみんなやっぱどうしてもこう才能がなきゃこうなれないんじゃないかなって思うんだよね。で、まあ実際自分もそう思ってきたけど、でこのね MJ 自身も本当にそうすごいね経歴があったわけじゃないんだって。もうパッとしない青年だったらしい。それでもう31歳に最初の1億円稼いで、まあ、37歳6年かかってんだけどね、まあでも早いよね。30年40年かかるプランと比べたら相当早い、でもまあそういう自分のね経験をもとに誰でもなれるというか、まあちゃんと正しい地図を持って、正しい乗り物に乗ってファストレーンを歩めばドリームライフが待ってるぜっていうのがイントロで紹介されて、じゃあまあパート1だけちょっと今日紹介するんだけど、まあパート1はねチャプター1と2に分かれてる。結構短いんだけど、まあ最初はね、最初目次でも紹介したけど、まあ Wealth in a wheelchair Get rich slow is get rich old。 まあだから車椅子で歩む富、Get rich slow っていうのがまあ年老いてからリッチになることだぜっていう、だからまあサイドウォークとかスローレーンのね、ファストレーン以外の話を最初に軽くしてくれてる、でチャプター1はThe Great Deception。まあ、デセプションってまあ、なんかちょっとこう、詐欺じみたとか、まあその、欺瞞的なみたいな、そういうイメージ。まあだからいわゆる嘘だぜそれっていうこと。嘘。そのグレートな嘘。みんな騙されてるよって。違うぜそれってことをまあ最初に紹介してくれる。で、それがまあゲットリッチスローの話。まあさっき引用のとこで紹介したけど、まあああいうありふれたアドバイス。まあゲットリッチスローのプランっていうのは、敗者のゲームだぜって。負けるぜって。そのゲーム負けるぜって。まあまあちょっとねこの人結構皮肉めいた表現もすごい使うんで、ちょっとまあトゲがあるというか、角が立つような表現も結構出てくるんだけど、敗者のゲームだぜっていうのを紹介してる、でその次のチャプターでまあ How I screwed get rich slow。 これスクリューってねじ曲げるって意味なんだけど、とかまあそのスクリューってまあよくネジとかもスクリューって言うんだけど、まあそういうねじ込むみたいなイメージで捉えればいいんだけど、このゲットリッチスローのそのね、敗者のゲームのプランをどうやってこの人、自分がスクリューしたか、ねじ曲げたか。だからこのゲットリッチスローから抜け出して、ファストレーンに乗り込んで、人生を歩んだかっていうのが、このチャプター2で紹介されてる。まあチャプター1はね、まあさっき言ったような話がまあされてるんで、まあちょっとここでは割愛するんだけど、
チャプター2がねまあ面白くて、うん最初にねそのまあ冴えない青年だったと、うんでこのね The 90 Seconds That Changed My Life っていうタイトルで書いてあるセクションかながあるんだけど、まあ要するに90秒間、たったの90秒間1分半が Changed My Life、俺の人生を変えたんだって、たった90秒の出来事が、でそれが何かってアイスクリーム屋さんでのランボルギーニとの出会いっていうのがあってまあこれねまあこの、まあ、MJ デマルコ組んだね当時は、なんかね多分高校生になる前ぐらいかな、多分まあ少年青年ぐらい本当まあキッズだったんかなわかんないんだけど、この人ね車好きだったんで、すごいだからランボルギーニとかそういうフェラーリとかそういうかっこいい車がまあ好きだったで、なんかそのマガジンとかいっぱい家にあったんだって、でうわかっけえなみたいな感じで、まあ、目キラキラさせてたと雑誌で、でねすごいね怠惰な少年だったんだって、もう本当にちょっと太っちょでダラダラしてたと、もう家でスナック食べながらトムとジェリーとか見てたんだってもう一日中トムともうそういうねまあありふれたありふれたね、そうまあそうひときわなんかちょっとこう人と違う生活をしてたってよりかは、まあ、ごく普通の、まあ、少年だったと、でどんだけ自分が怠惰だったかっていうのを、まあ、この MJ 君はね、もう唯一外に出るイベントといったら近所のアイスクリーム屋さんに行ってアイスを買うことだったと唯一自分が体を動かすモチベーションといったら、アイス買いに行くことだった、そうでいつも通りねアイス買いに行こうとしたんだって、そしたらそのねあろうことかそのランボルギーニが止まってたと、そのマガジンでめちゃめちゃ見てた、もうランボルギーニもうそのグレードまで知ってた、この人、もうその詳しかったから、そうでなんでって、でランボルギーニ止まってるやんってなって、ってもう見とれちまったんだって、もう衝撃が走ってで見とれてたんだ、でそしたらじゃあ誰が乗ってまんねんって気になるじゃん、でどんなやつかなって見てたら、まあてっきりねこの MJ 君は、まあ白髪のね、前髪の交代した白髪のグレーヘアのおっちゃんが出てくると思ったんで、パリッとスーツ着た、そしたらね普通のジーパン履いてシャツ着た若いね25歳もいってないんじゃないみたいな青年が乗り込んだこのランボルギーニ、ランボルギーニがそうランボルギーニが出てきた、そうでランボルギーニってさいわゆるこう上にこう扉が開く、そのもう天空に向かってこう扉が開く、もうファーンってロボットみたいなやつね、そうあれで出てきたと、でもう衝撃だったんだって、っつって、なんでこんな若造がランボルギーニ、まあ、この MJ 君もっと若造だったんだけど、こんな若造がランボルギーニに乗ってんのって、でもう値段もねちょっと俺カーセンサーで調べたんだけどこのランボルギーニなんとかみたいなやつ、中古で8000万とかするらしいでもうこの MG 君もねいやもうこのランボルギーニがその辺のね人間が買える代物じゃないことは十分分かってたんで、もう俺が住んでる家買えるぜみたいな、パパママが建てたこの家買えるぜこのランボルギーニって知ってたわけだから、もう衝撃を受けたと、でもう見とれちまってでね勝手にねこの人に、話しかけたんだって、もうあまりにも衝撃だったから、なんかもう体が勝手に動いたと、もうこのね青年にねあなた何やってる人なんですかって、教えてくれませんみたいな感じで、もう思わず聞いちゃったんだって、っていう話、でそこでね一言だけ返されて、たった90秒だから、このランボルギーニとの出会いっていうのは終わるんだけど、ここでねこの90秒間がこの MJ 君にとってのファストレーンとの出会いだったんだね、そうファストレーンってのがあるんやって、白髪生えてなくても、ランボルギーニに乗れる道ファストレーンの存在を、ここで気づいた、でこの本の後半で、その実際のねこの人がやったこととか、でそこからねその MJ はそのファストレーンを歩むことになるわけなんだけど、でここでね、実際に何したかってこの章で書いてくれてるね、簡単に言うとウェブサイトを作ったんだよね、ウェブサイトというか、そのなんかリムジンバスかな
リムジンバスかタクシーかどっちかわかんないけど、うんのなんか配車サービスシステムみたいなのを作ったんだ。でコーディングウェブサイト作るときとかになんかいろんなそのウェブサイト作るための言語みたいなのがなんかあるらしいんだけど、まあ、そういうコーディングみたいなのを勉強しまくって、まあ、そういうのを自分で立ち上げたと。で途中でねその自分が作った会社がねその買収の話があったんだって、そのサービス画期的だから、ちょっと売ってくれないかって、すごい高値でもう数億円とか数千万とかだったから、会社をね売った時の話が出てきて、MBA 軍団の話っていうのがあってちょっと面白かったんだけど、でそれがねまあその会社売ったと、で一夜にして買われたから一気に手元には入ってきた、なんだけど数年経ったらねその自分がね一生懸命作ったそのサービスのその会社、それがねもうみるみるもうわけのわからん経営政策、その経営陣のわけのわからんことをいろいろされちゃって、もう一気に衰退しちゃったんだって、その会社が、で何をやってんだって、まあもう売っちゃったからさ、まあしょうがないんだけど、そうでももう何をやってんだと思って蓋開けてみたらねその経営層っていうのはもう MBA 軍団だった。MBA って MBA っていうのはその経営修士だか博士だかわかんないけど、なんかそのアメリカとか海外で MBA って一個のまあステータスみたいなのがなってて、そのいわゆる会社を経営したりとか、そういう経営について学びましたよっていう証明なんで、その大学院に行ってその会社を経営するっていうその経営学をまあ学んだプロフェッショナルっていうまあ肩書きの一個、まあだからドクター持ってますよみたいな、そういう修士持ってますよみたいな、そういう経営の専門家ですよっていう、一般的にはまあすげーって言われるエリート、そうエリート中のエリート、だからもうその弁護士とかお医者さんとかもうそういう感じの経営学の証明の一つっていう感じ、でこのねその MJ が自分で頑張って作った会社を、まあズタボロにしてくれた人たちそのもうほんとひどい経営戦略、その経営陣たちをね蓋開けてみたら全員ね超エリートの MBA 軍団だったんだ。エリートだったのにそうエリート軍団だったんだ。まあで MJ 自身はね別に MBA 持ってないし、別になんかそんなすごいねまあなんか中堅ぐらいの大学を卒業したんだって、そうだからまあエリート、スーパーエリートたちに任せたらすげえひどいことになっちまったじゃねえかっていう話がそういう経験からも多分その MJ 自身はまあ学歴なんかいらねえぜっていうことを多分言ってんの。そのファストレーンを歩む上で、まあ、むしろそんなやつらに任せてたらなんかボロボロにされたぜ俺の会社みたいな、でもそういう経験もあって多分こう強いメッセージが込めてんだと思うんだけどそういうね話がちょっとあって、結局ねでもこの会社ね自分でまた買ったんだって、買い直して自分でまた立て直したんだったかな、とかまあでリムジンバスだかタクシーのそのサービス以外にもいくつかその会社を自分で作って建てて、まあ起業家だよね、起業家いろいろ作って富を築いたと、で最終的にまあ37歳かな、で引退したんだけど、この時の話をなんかもうこの会社を売ってさえいなければ多分俺もうちょっと早く引退できたって言ってた。いや本当だよねそう結構そうなんか結局買い直したしね、そうショッキングだった話らしいんだけど、まあそういう話がねこのチャプター2ではまあ紹介されてるとまあおもろいよね、で最後にまあこの本を書いた理由、このミリオネアファストレーンっていうのをまあなんで書いたかって、なんかさっき言ったゲットリッチスローのアドバイスっていうのはいっぱいありふれてると、まあありふれてるんだけど、まあこの本はねそういう本とはちげえぞと、で一言言っておくと、例えばまあインスタでお金持ちのなり方教えますみたいなとか、まあ YouTube とかでもあると思うけど、本とかでもね、まあ、お金持ちのなり方教えますみたいな、でも例えばなんか最初無料でとかって言ってたのに、なんか何十万円もするセミナーに入りなさいみたいな、そういうのもまあ結構あるじゃん、実際ね、そうでもそういうのじゃねえと、もう俺はもうそんなそういうのになるつもりはないと、でこの本はもうただただ自分がね20歳だったかな、20歳の時の自分に向けて書いたと、もっと若い時
に、うんこのねファストレーンのロードマップ地図、うんこのファストレーンのロードマップを教えてあげたいと、で、まあ、世の中にね同じようにこうファストレーンの、まあ、地図がなきゃさ分からんやん、どっちに進めばいいか。それがねその知りたい人、まあ自分に向けて書いてる、だからそういう決してねその自分のなんか例えばこうビジネスをね大きくするためにみたいな、そのフォロワーを増やすためにみたいな、そういうんじゃなくてあくまで若かった時の自分に向けて、まあ、この本を書きましたと、っていうのが、まあ、最初のイントロの、まあ、パート1の部分かな、ここのパート1までの部分です、っていう、これがまあじゃあイントロってことで、まあ次からこの、じゃあ実際どうしたらいいか。そうだね、どうしたらいいか、詳しくこの富のウェルスの3つのレベルの話を紹介してくれてて、まあサイドウォークからスローレーンでファストレーンと一個一個根節丁寧に紹介してくれてるんで、でもそもそもゲットリッチスローのパターンしか知らなかったよね。そうだね、知らなかったね。まあなんとなくね、まあ起業家とか、そういうまあなんか会社建てましょうとか、なんかまあそういう話はまあ多分まあそういうことをしましょうねっていう話がまあ書いてはあるんだけど、まあでも結構こうパンチの効いた表現でね、書いてあるんで、まあ続きが楽しみですね。ってな感じです。